今からでも間に合う水星の魔女まとめ1。この動画は水星の魔女のネタバレを含みます。動画をご覧になる際はご注意ください。アドステラ122水星という辺境の地からアスティカシア高等専門学園に編入してきた主人公のスレッタ・マーキュリーがガンド技術を軍事転用したシステムガンドフォーマットを採用したガンドアーム、通称ガンダムを学園に持ち込むというところからこの物語は始まる。水星の魔女を主張する上で欠かせないコンテンツが2つある。1つは水星の魔女本編の前日譚にあたるプロローグ。2つ目はオープニング主題歌の原作小説となったゆりかごの星である。どちらも公式に発表されたもので、この2つのコンテンツが水星の魔女に面白さと深み、視聴者間での今後の予想考察に拍車をかけている。まずはこの2つのコンテンツについて簡単に解説します。プロローグについて、水星の魔女プロローグは本編の21年前を描いた物語であり、水星の魔女における世界観や新型のガンダム、今後重要になってくるであろうさまざまな技術や物質が断片的ではあるが明かされている。このプロローグには水星の魔女本編を主張する上で重要な人物が2人登場する。それがガンダムルブリスのテストパイロットを務めるエルヌラ・サマヤと、その娘でありエリーの愛称で呼ばれるエリクト・サマヤである。このガンダムルブリスは地球で設立されたオックスアースコーポレーションが開発した試作モビルスーツであり、身体機能拡張技術ガンドを研究する組織バナディース機関のラボで稼働試験が行われていた。ルブリス最大の特徴は革新的な身体機能拡張技術ガンドをモビルスーツ用に軍事転用させたガンドフォーマットを搭載している点にある。ガンドフォーマットを搭載したことで、これまでのモビルスーツ群をはるかに凌駕する圧倒的な戦闘能力を獲得したモビルスーツはガンドアームと呼ばれ、世界ではそれをガンダムと総称するようになる。しかしガンドフォーマットが及ぼすパイロットへの悪影響から、モビルスーツ開発評議会はガンダムを棄権し、モビルスーツ開発企業グラスレーディフェンスシステムズの幹部であり、アドステラでかつて行われたドローン戦争を経験したデリング・レンブランは、兵器はあくまでも人殺しの道具であり、使用者の命を危険にさらすようなものは必要ないとし、乗り手の命すらも奪うガンダムを呪いであると断絶。モビルスーツ評議会はガンダムを開発するオックスワース社とガンドを研究するバナディース機関に対して全てのガンダム開発の凍結を決定する。しかしデリングは評議会の決定とは別に独断で評議会直属の特殊部隊ドミニコス隊を使い、ガンダム開発に関わる関係者を次々に虐殺。この虐殺の中、なんとかガンダムルブリスと共に脱出したエルノラとエリーの2人は家族や仲間の犠牲を払いながらも生き残りを果たす。この時テストパイロットを務めたエルヌラでも起動させることができなかったガンダムルブリスを娘のエリーが起動に成功させている。その日はエリーが4歳の誕生日を迎える日でもあった。ゆりかごの星について、ゆりかごの星は水星の魔女のシリーズ構成脚本を務める大河内一郎氏の書き下ろし短編小説であり、プロローグと本編をつなぐ物語である。物語の視点は本編の主人公機として登場するガンダムエアリアルの視点で描かれており、水星で暮らす6歳から16歳までのスレッタ・マーキュリーに寄り添うエアリアル目線で綴られている。物語の始まりからすでにガンダムエアリアルは開発されており、本編の主人公スレッタも登場。明確な言及はないものの、プロローグで脱出を果たしたエルノラと思われる人物はお母さんで統一され、娘のエリーはなぜか登場しない。主に2人が水星へ逃げてきたこと、水星の生活は非常に過酷なこと、エアリアルから見たスレッタの成長などが綴られている。物語の終盤、16歳になったスレッタはお母さんの勧めでエアリアルと共にアスティカシア高等専門学園への入学が決定。それがお母さんの復讐劇の始まりと、これから始まる学園生活に心を躍らせるスレッタ、エアリアルの複雑な心境が綴られ、物語が閉じられる。なお、水星の魔女のオープニングテーマ夜遊びの祝福はゆりかごの星をもとに制作されており、孤独な世界を生きる少女とそれに寄り添い共に戦うエアリアルの思いが表現されているとのこと。またこのオープニングのある一コマが視聴者の間で物議を醸しており、スレッタ・マーキュリーの正体やガンダムエアリアルとエリーの関係性などガンダムには珍しく
ワンピースばりの考察がネット上で繰り広げられている。アーシアンとスペーシアン。水星の魔女では、地球に住む者をアーシアン、宇宙に住む者をスペーシアンと呼称しており、モビルスーツ開発などの宇宙産業の発展から両者の間で経済格差が広がっている。その影響からか、スペーシアンはアーシアンを蔑む傾向が見られ、アーシアンはそれに苦しめられるという描写が描かれている。詳しいことはまだ明言されていないが、単純に地球生まれのものをアーシアンとして見下しているのではなく、経済的弱者となる地球圏の企業に属しているものが蔑まれる傾向にあると思われる。また、地球ではスペーシアンに対してアーシアンによる抗議デモが行われており、100年以上もの間、宇宙事業に税金と労働力を搾取されてきたようである。地球圏からの独立と自治権の獲得のために戦うジオンやアクシズに対して、水星の魔女ではそれらの設定、構図が宇宙世紀とは逆に描かれている。どちらかといえば、機動部東電 G ガンダムの未来世紀のようなコロニーの連中は地球をゲーム版のようにしか見ちゃいないという設定に近いのかもしれない。ベネリットグループ。アドステラ122時点で存在するモビルスーツ製造産業における最大手の巨大複合企業、デリング・レンブランを総裁とするベネリットグループは実に157社という大規模な企業群を傘下に置き、その中には御三家と呼ばれるジェターク社、グラスレー社、ペイル社も含まれている。最近の御三家といえば、五条家、鴨家、全員家を思い浮かべたのは自分だけではないはず。モビルスーツ製造産業界においては最大手のベネリットグループではあるが、他にもモビルスーツ開発に力を入れている企業の存在が示唆されており、地球におけるアーシアンの抗議デモに対して弾圧を行う描写や、グループ内では総裁であるデリング・レンブランに遺恨を残しているものも存在しているなど、グループ内外に敵が多い企業として描かれている。アスティカシア高等専門学園。前述のベネリットグループが経営する高等教育機関。宇宙空間に作られた巨大人工施設フロントに建造された学校であり、パイロット科、メカニック科、経営戦略科の3学科が存在。スレッタはパイロット科に編入している。入学するためにはベネリットグループ参加企業の推薦が必要となる。また寮生が敷かれており、推薦された企業によって所属する寮が決定する。決闘。アスティカシア高等専門学園内で行われるモビルスーツを使用した生徒同士による死闘。決闘を行う際には学生が運営する決闘委員会仕切りのもと、金銭、栄誉、権利、モビルスーツなどお互いに望むものをかけて戦いが開始される。すべての決闘は決闘委員会立ち会いでルールや戦場が決定し、勝敗は相手モビルスーツのブレードアンテナを折った者が勝者となる。ただし1対1による正々堂々の戦いというわけではなく、3対1やバックにつく会社の力を利用することも認められているため、裏工作による妨害や介入などあの手この手で自分に有利な状況を作り出すことも可能。それもそのものの力の一つという認識がされている。決闘の勝者の中でも最も優秀な生徒にのみ与えられる称号をホルダーと呼び、ホルダー所持者は白を基調とした制服とパイロットスーツが与えられる。さらに最優秀ホルダー所持者にはベネリットグループ総裁令嬢ミオリネ・レンブランとの暫定的な婚約が約束される。決闘の開始には勝敗はモビルスーツの性能のみで決まらず、操縦者の技のみで決まらず、ただ結果のみが真実という口上を互いに述べ、決闘委員会立ち会い人のフィックスリリースの号令によって決闘開始となる。スレッタ・マーキュリー。辺境の地水星出身のベネリットグループ傘下に属する新生開発公社の推薦によってガンダムエアリアルとともにアスティカシア高等専門学園に編入。パイロット科2年で現在は地球寮に所属している。登録上は母は新生開発公社の CEO プロスペラ、父は幼い頃に死去という記録が残されており、本人自身も父が生きていた頃の記憶はない模様。同じ地球寮に所属するメカニック科3年アリアマ・フバーシュの占いによると、兄弟の存在も示唆されているが、本人曰く兄弟はいないとのこと。スレッタの正体に関してはプロローグが本編の21年前という事実と、スレッタの現在の年齢が17歳という設定のからいろいろと矛盾点が多く、ネット上では
スレッタはエリーのクローン説、スレッタはエリーの妹説、スレッタは別人生系説など様々な考察が繰り広げられている。母から教えられた逃げれば一つ、進めば二つ手に入るを心情に行動しているが、この言葉はある意味復讐に取りつかれた母の呪いとも受け取ることができ、スレッタに逃げることを許さないという意味にも受け取れる。幼い頃からエアリアルと共に彗星で育ったため、その操縦技術は本物であり、次世代軍隊遠隔操作兵器システムガンビットが構成する多目的攻防プラットフォームエスカッシャンなどの特殊装備も相まって、編入早々ホルダー持ちのグエル・ジェタークに勝利。ミオリネ・レンブランの暫定的な婚約者となる。なお、ガンビットの名称である次世代軍隊遠隔操作兵器システムについてだが、ガンダム界においてビットやファンネルは基本的に遠隔誘導兵器や分離式統合制御高速機動兵装軍ネットワークシステム無線誘導兵器という名称が使われているが、兵器名に軍隊という名称が使われているのは初出となる。軍隊とは主に動物や藻類に使われる総称で、まるでビット一つ一つが生きているかのような表現がされている。彗星の魔女ではドローン技術がモビルスーツにも投入されているなど非常に発展しているため、スレッタとニカの会話からもこれがドローン軍隊を表現しているという可能性も高いが、スレッタ自身もガンビットをみんなと表現していることから何かを意味しているのか、特に意味はないのか、今後明かされるのかもしれない。ミオリネ・レンブラン、学園理事長兼ベネリットグループ総裁デリング・レンブランの一人娘。経営戦略科2年で寮には入らず、理事長室を勝手に改装し生活している。デリングの決定によって決闘の最優秀ホルダーに与えられる婚約者としてトロフィー同然の扱いを受けてしまう。このような自分の人生を勝手に決めてしまう父親への反抗意識が非常に強く、初登場時にはこの状況から抜け出すため地球への脱出を図ろうとしている。周囲の発言から一度だけでなく何度も脱出を企てているようだが、いずれも失敗している。プロスペラ・マーキュリー、新生開発公社の CEO にしてスレッタとガンダムエアリアルをアスティカシア高等専門学園に推薦した張本人。スレッタの母親であり、身体的特徴などからプロローグで生き残ったエルノア・サマヤと思われる。しかし登録上においては水星開拓団出身で、現地で結婚しスレッタを出産後事故で半身を損傷したということになっており、プロローグ時点で右腕はすでにガンドで補っていたため、エルノアであるとするならば辻褄が合っていない。本人曰く顔と右腕は水星の磁場に持っていかれたと語っており、素性を隠すための虚偽なのか、他に何らかの事情があるのかはまだ明言されておらず、現在のところまだまだ謎の多い女性。不気味な笑顔が印象的で、スレッタが編入してきたことによってアスティカシア高等専門学園の生徒たちのこれまでの日常状況が急激に変化していくが、全てが彼女の計画通りに動いていると考えたら非常に恐ろしく、まさに魔女の所業だと言える。アスティカシア高等専門学園の寮と生徒。ジェターク寮、御三家の一つジェタークヘビーマシーナリー社が管轄する学生寮。グエル・ジェターク、ジェターク社の御曹司でジェターク寮の寮長を務めていたパイロット科3年。父はジェタークヘビーマシーナリー社の CEO ビム・ジェターク。初登場時は御曹司、決闘委員会筆頭、ホルダー所持者という学園内でもトップクラスの実力者だったのだが、スレッタとエアリアルの登場によって盤石だった立場が揺らいでいくことになる。好戦的でプライドが高く、他人を見下す傲岸不遜な面もあるが、戦いにおいては卑怯な行いは好まず、強敵であっても自らの力で真っ向から立ち向かうという誇り高い一面も持ち合わせている。スレッタとの再戦では父であるビム・ジェタークの指示で自らが登場する MD0064 ガリルバルデに自動操縦 AI が秘密裏に搭載され、さらにスプリンクラー散布によってグエルに有利となる裏工作が行われるなど、自分の力を認めてくれない父やそれに従う周りに対して怒りと失望をあらわにしていた。また傲慢な態度を見せるものの、敗北した際にはこれまでの行いをしっかりと謝罪し、ジェターク寮を強引に大量させられた際には異母兄弟であるラウダニールにあとは任せると発言するなど大人な一面も見せた。最近のガンダムではイザーク・ジュールやパトリック・コーラサワー、
ガエリオ・ボードウィンなどプライドの高いキャラが序盤でやられ役になると、後半ではかなりの活躍を見せる傾向があるので、個人的にはグエルの今後の活躍に期待しています。搭乗機は MD0032G ディランザ、グエル専用機 MD0064 ダリルバルで一時的に借りる形で MD0031L ディランザラウダ専用機に搭乗している。ラウダニール、前述のグエル・ジェタークとは異母兄弟にあたり、パイロット科3年。ジェターク寮の副寮長であったが、寮長を務めていたグエルが退寮したため寮長へと就任する。傲岸不遜なグエルの一歩後ろをついて歩く取り巻き的な存在ではあるが、何を考えているかわからないうさんくささを併せ持っている。どこかマイティー・ソーに登場するロキのような雰囲気がある。グエルとは異母兄弟ではあるが、ファミリーネームが異なっており、ジェタークの名を名乗れないのには何か訳がありそうだが、現在のところ明かされてはいない。搭乗機は MD0031L ディランザラウダ専用機。ペイル寮、御三家の一つペイルテクノロジーズ社が管轄する学生寮。エラン・ケレス、ペイル社が擁立するパイロット科3年。決闘委員会にも所属しており、誰にも心を開かないことから氷の君のあだ名で呼ばれており、ミオリネからはマネキン王子とも呼ばれている。またガンドアーム、つまりガンダムに乗るために人工的な調整強化を施された強化人士であり、ペイル社の CEO たちからは強化人士4号と呼称されている。ガンビットを操るスレッタのガンダムエアリアルを見て、自分と同じ境遇なのではと感じたエランは彼女に興味を抱き接近することになる。搭乗機は FP/A77 ガンダムファラクト。その正体はネット上でのさまざまな考察を裏切る衝撃なものとなりました。水星の魔女を見てない方はぜひ本編でご確認ください。グラスレー寮、御三家の一つグラスレーディフェンスシステムズが管轄する学生寮。シャディク・ゼネリ、グラスレーディフェンスシステムズの CEO サリウス・ゼネリの養子で決闘委員会に属するパイロット科3年。グラスレー寮の寮長を務め、学園の大元であるベネリットグループの審問会に養父とともに出席史跡を並べるなど、パイロット科に属しながら会社内でも多くの実績を上げる次世代のグループ幹部候補。スレッタの出現によってグエルとエランなど御三家を取り巻く状況がおかしくなってきたことから、シャディクも彼女に興味を持ち始めており、養父であるサリウスの命令もあって秘密裏に探りを入れている。搭乗機はミカエリス。その外観がプロローグに登場する CEK040 ベギルベウに近しい外観をしている。ブリオン寮、アスティカシア高等専門学園の教習用モビルスーツとして使用されている MSJ121 デミトレーナーを製造しているブリオン社が管轄する寮。決闘委員会のセセリア・ドートやロウジ・チャンテが所属しており、セセリアに関しては御三家筆頭の3人に対しても辛辣な言葉を投げかける描写が描かれている。地球寮、地球出身のアーシアンが所属する寮の一つ。地球出身者というよりは経済的弱者の企業に属する生徒がひとまとめに集まっている印象があり、他の寮に比べたら資金面で難があり、学園内でも低い地位に位置している。スレッタも地球寮に編入しており、エアリアルのフライトユニットに関しても内財力をかけて廃品から作り上げるなど苦労が絶えないが、生徒同士の団結力は強く、それぞれが非常にたくましい一面を持っている。このエアリアルのフライトユニットはプラモではミラソウル社製という表記になっているが、本編では前述の通り地球寮の生徒たちが作り上げていることから、メカニックを務めたニカ七浦の実家がミラソウル社なのか、地球寮の管轄がミラソウル社なのかは現在のところ不明。ニカ七浦、地球寮に所属するメカニック科2年。前述の通り廃品からエアリアルのフライトユニットを作り上げたり口述するチュアチュリーパンランチのデミトレーナーを彼女専用機にカスタマイズするなど、メカニックとして優秀な腕を持っている。地球生まれのアーシアンであるため、スペーシアンの生徒だけでなく教師からも蔑まされているが、エアリアルに興味を持ったことをきっかけにスレッタの良き理解者として接してくれている。チュアチュリーパンランチ、巨大なお団子頭が特徴的な地球寮に所属するパイロット科1年。愛称はチュチュ、一人称はアーシで、アーシアンを蔑むスペーシアンを極端に嫌っている。しかし
ミオリネから言わせると、アーシアンを差別するスペーシアンと本質は変わらないと言われてしまっている。搭乗機は旧世代型のデミトレーナーをニカがカスタマイズした MSJ105cc デミトレーナーチュッチュ専用機。水星の魔女はスレッタというガンダム史上初の女性主人公を採用し、本編が開始前にプロローグとゆりかごの星という前日譚を公開したことによって物語に深みを持たせ、視聴者に今後の展開予想や伏線回収を楽しませてくれている。現在は学園ものという物語ではあるが、いつ切磋琢磨している生徒たちが戦争に巻き込まれるのか、プロスペラの計画は一体何であるのか、スレッタとエアリアルの正体と関係性は何であるのかなど、まだ見てない方もまだまだ楽しめるコンテンツになっています。以上、まだまだ間に合う水星の魔女まとめ1を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。